ちょっと久しぶりの喋りだからなんか頭の回転が手になんか持ってきますか。クレアチンが必要そうはい、鳥羽さんです。はいトバログです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日初めてじゃない？ランバッチの動画に登場するの。僕何回かそれこそ大学生の時にも、カバンの中身を取材してもらったし、質問コーナーにも出たり、あとそういうプレダ靴のね、これのイベントとかで一緒になったりとかはいろいろあったんだけど、動画では初めてないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや先輩ですから。どこがYouTube 歴そうでしたっけ同じ月に多分同じ月に始めて、そうだ、はい、でなんか2週間遅れぐらいで始めた多分あの時僕まだ Vlog をひたすら載せてる大学生だったんで。懐かしいVlog ね。そういやでも僕それこそ鳥羽さんの、カバンの中身のブログを、そう読み始めたのが多分今につながる最初のザ・デイザ・デイなんですよ本当に。なんでだっけ、高校生の時に、そうみんななんかウィニングイレブンとかゲームやってる時に、僕トバログを見つけて読み漁ってたんでそう多分ルーツには近い気がします。ありがとうございます。やっぱ高校ぐらいでさ、ある程度決まるよね、骨格というかなんかやってることの。俺も高校の時だからさ、カバンの中身はまったの。いや、わかります。僕高校生の時に、まだ誰もワイヤレスイヤホン使ってなかったんですよでつけていったら、脱線みたいななんで耳栓つけてんのみたいなそしたらほらみんなつけてるみたいないやめっちゃあるガジェットはね、もうあの時のなんか人と違った感性を拾って後々つないでるパターンってめっちゃ多い。鳥羽さんでいうそれってなんですか、最初の最初って。でもガジェットっすね。その時ガジェットで、でも多分近くて、みんな iPod 使ってて、イヤーポッツとかだったの、付属の。でその時ってさ、なんかみんなもうイヤーポッツで付属してたイヤホンを使うっていうのは結構当たり前だったんだけど、その時になんかちょっといい1万円ぐらいのイヤホン買ってみるとかやってたなんかめっちゃ調べてインナーイヤー型のキュインみたいなやつとかそういうのやったり、あとなんか PSP でみんなウイレレやってる時とかにやっぱウイレに抗えるかどうかなんだ。そうウイレレやってる時になんかみんなの地図っていう今でいう Google マップみたいな地図の、みんなの地図っていうのがあったんですか。そうソフトがあって、地図ただ表示するだけなんだけどただ地図表示させてこれで遭難してもどこにでも行けるとか思ってっていうそこのやっぱ歪みなんですね、最初は。そうだと思う。でみんなさ周りの平成ガジオタっていうくくりで一緒にやってるメンバーがいいんだけど、全員頭がそれですね。全員それです。なんかあそこで折れない心みたいな、そうみんなに何それみたいなのを言われても折れない、貫けるかっていうそっから始まってんだ。そうかもね。そうだ、鳥羽さんのブログは結構もう昔から読んでいて、多分自分のなんか好きなものの雰囲気とかテイストにもだいぶ影響を受けてるし、なんなら発信しようみたいなのも多分それが結構一個大きな嬉しいですね、理由なんですけど、その鳥羽さんの、ブログもそうだし、あと YouTube でもなんかこうたまになんていうの、キャリアとか仕事みたいな話が出てくるじゃないですか。僕それもすごい好きなんですよ。実は好きそうなんか意識高い系と思われたくはないけど、でも結構読みますよね。なんかなんだっけ、この前ちょうど Kindle に自分も入ってた25歳までに僕がなんか25歳だったらやっておきたことみたいな、そうああいうのとかちらっとなんか気になって見に行っちゃう。そう、なんか結構考え方というか、やっぱやりたいこととして何かしら軸はあんだけど、どう行けばいいかルートって分かんないから、なんかそこのなんか道
耕すみたいな感じかもね。確かにその像が一個、なんとなくこうあるところにどう向かうかっていう、その感じだし、鳥羽さんとかだとなんか割と会社に新卒で入って辞めてっていう、なんかそのストーリーもブログとか YouTube で見れたから、なんかリアリティがあったんですよ。等身大っていうとちょっとおこがましいけど、でもすごいこう共感性というか、なんか読んでいてなんかちょっとこうワクワクするとか、なんか不安感がなくなるとか、そういうお薬。そうね。いやまあ本当に、まあ、悩みながらやってるからさ、別になんかもともと決まったルートではないから、まあ、それをパンくず拾って道に置いていくみたいなイメージで、ね、次の人が歩きやすいようにあとなんか自分が読み返した時に、結構面白いっていうか、こんなんでよかったんだっけみたいな時に読み返すといいわみたいな、ちょっとなんかモチベにつながるみたいな。そうだ、鳥羽さんのなんでなんかこう人生観みたいなのも見てたからこそ、結構人生相談してますよね、何回か鳥羽さんに。そうなんですよ、実はご相談いただいてそうそう、まあ僕自分の動画では言った通りで、まあちょっとフリーで生きていきますみたいな、一旦生きていきますみたいなことを言って、もうなんだかんだ早3,4 ヶ月ぐらい。じゃあだいぶそうだし、あとまあ2社目をすぐに辞めてるんで、まあ1社目を辞めたタイミングから考えると、まあ大体1年ちょい経っていて、今何歳 25?26 になりました。じゃあちょうどそのタイミングで25の時に独立してるから、多分同じタイミングで。鳥羽さんは8年目になった。そうですね、今月で8年目かな。2018年の6月に辞めて、ちょうどちょうどで、そこからフリーになってみたいな。ゴールデンウィークがね1個ありますから、ゴールデンウィークでこれでいいんだっけみたいなのがあってでその後出社した時に、なんかのトリガーで退職するっていう流れ。トリガーありますよね。トリガーあります。愚痴ってる時はやめない。そうやめる時はもう決まって目が遠くを見ているなんでちょっとこうフリーランス先輩みたいなところで、また一個ちょっと人生相談、公開人生相談、ありがとうございます。ちょっと持ってきたんですよ。ありがとうございます。それがなんか自分に専門性がない気がする。ワイも悩んだね、それは。同じ悩みですね。同じぐらいの時に。いやでも最近っていうか、ここもうなんか半分以上はやっぱそれで悩んでて、まあ悩んでるっていうか、なんかまあそれが弱みだなと思ってたんだけど。いやそう本当にそうで、なんなら振り返って最近特にそういうふうに自分で思ってるなって認識したんですけど、振り返ってみるともう社会人1年目とか、なんなら就活ぐらいの時からずっとなんか自分が何者かになりたい、何者かであらねばならぬみたいな感覚をずっと持ってて、一回辞めるで1年ぐらい経ってもうフリーでやっていこうって決めるあたりで吹っ切ったかと思ったら、なんかまあ意外と自分の中にまだその感覚あるなと思ってて、不安もまあなくはないけど、それよりも専門性ないけどなんか大丈夫みたいな、ちょっと俯瞰して自分を捉えてる節があるんですよね。で僕実際1社目で入ったところもなんかマーケ職採用みたいな、まあ分かりやすいこうちょっと大学生が憧れる肩書きの一つな気がするんですよ。確かにオフィスでねカタカタパソコンやってなんか涼しいところでそうちょっと中枢ですみたいな、ね、俺会社の中枢に近いところでパソコンカタカタやってますみたいな、頭使ってますみたいな。いやそうちょっと憧れるところに、そう多分実際入って、でその中でもじゃあ僕の場合はそれこそデジタルのサービスアプリとかの開発企画だったんで、なんかプロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャーとかデザイナー、エンジニアみたいな、なんか俺もこのどれかの肩書きをなんなら2つぐらい持たないとみたいな
なんかでもっと言うと僕だけじゃなくて、だから同期と話す時も結局、そういう話になるし、転職して生きていくにはやっぱスキルとか肩書きがないとダメだよね、やばいよね、頑張ろうね、で肩書きにならなそうな仕事やりたくないっすねみたいなそういう、そういう節もあったのを多分今もなんかずっと引きずってる感じがあるんですよね。それはね結構やっぱなんか人によるというかパターンがあって、なんかやっぱワイも就職する時とかさ漠然となんか憧れてなんか、なんて言うんだろう、ちょっとしたその PR エージェントみたいなとかさ、代理店みたいなちょっと憧れながら、まあブロガーとしてもやってますみたいな。なんか2個あります。わかります。表と裏でみたいな。いや2個あるのは憧れるのすごいわかります。なんかいや僕その両面分かって掛け算なんでみたいな。そう掛け算なんで専門性の掛け算で自分の個性出していくんでみたいな。胸が痛い。そうまあ一緒ですね、その辺は。多分その会社辞める時には多分同じ感覚だったと思うんで、一旦吹っ切るじゃないですか。なんかその両面持ってない人とかいう感覚は一旦捨てて、やりたいことやろうとか、これやろうみたいな方向に走るんだけど、多分なんかペース掴んできたあたりからこれでいいのかなみたいな感覚に、同じような。だからその 2個あるんだけど、それが会社員でやってた時はなんか強みっぽかったみたいな、どっちかこけてもそっちは生きてるみたいな感じだったけど、ブロガーとして生きていくぞってなった時に、完全にそのもう一個本職でやってたところは崩れ落ちるっていうか、そうですね、一旦そこでストップする、成長っていうか、一旦そこでそのキャリアとしては一個捨ててるみたいな気持ちになって、でブロガーとして走り出した時にやっぱすごいブロガーはいっぱいいるみたいな、なんかゴリミーのゴリさんとかさ、モノグラフとかもそうだしさ、強いですね、みんな強い、数値とか、パワーとか歴とか、そういうのを見るとなんかどの方向にも強い人がいっぱいいて、で自分って何が強いんだっていうやつ。いやそう本当にそうです。でもっと言うとその数字で例えば、なんかこう分かりやすく勝ってたとしても、多分また別なんですよね。その何者かになるとか、なんかこう軸みたいなのがあるみたいなのって、だから多分これ僕、ずっとなんか強弱はあれど、つきまとうんだろうなとは思っている中で、鳥羽さんは前はあったけど今はない。今ないですね。っていうのも、なんかさっき言ったみたいに2つあるって言った、その克服というかその強みを見つける方法が、なんか2パターンぐらいこの業界的にある気がして、一つが俺はこの分野でこのもう方向性だけで戦っていくって自分で見つけるタイプと、周りが見つけてくれるタイプの、2パターンがある気がしてて、例えば、一緒にブログやり始めたメンツでいうと高沢圭介が、俺はカメラなんか最近好きだからカメラについて発信してくわみたいな、YouTube やる時 YouTube やるちょっと前かな、圭介さんのブログも見てたんですけど、圭介さんのブログ自体はなんかカメラにめっちゃ寄ってるって感じは僕はあんましなかった。なんかいろいろカフェとかおうちカフェとかやったり、なんかギターのエフェクターやったりとかしててでなんか最終的に俺はカメラに集中するって言って自分で強みを獲得しに行ったタイプで、最終的にそれが強みになって今はカメラ YouTuber としてやってるわけじゃん。トバログはなんかいろいろやってて、昔から甘酒レビューとかコンビニのいちご甘酒をレビューするとかあとなんかガジェットもやるしみたいな、なんか DIY もやるしとかやってて、別になんか強みがないというか、何でも興味あることやってたから、その専門性は特にないけど、それが強みってほどでもないけど、なんかアルゴリズム的には弱みだなみたいな結構思ってて、確かにアルゴリズムって観点もそうですね。でなんかワイの場合はその強みは自分でなくて、どうしようかなみたいな、強みはないんだけど、ある時なんか鳥羽さんって白いもの好きっすよねみたいな、
それって人から言われたんですか？それは結構ね、今ぐらいまで白に行くのは結構そうかも。へえ。もともと白好きで、はいはい、なんかまああれば白を集めていくみたいな感じだったんだけど、背景とか白にした時あったよ、ブログ時代から。はいはいはい。であれでなんか背景白にしただけだけど黒いものとか撮ってても白が好きみたいな、白い人みたいなイメージとかがついて、でまあ一個それがなんか特徴、強みっていうか、覚えてもらえる特徴になったかなみたいなのがあって、で自分もすごい白好きだし、でなんかよりこう他人から言われて気づいた強みと自分がもともと好きだったところが合致して、まあ、結構白いガジェットとかを紹介していってみたいな。そうだったんだ。そこが一個強みというか、そこの時にちょうどなんか発信はするんだけど内容は同じでも絵的に違う人と違うというか、誰も他やってなさそうなやつをやれば、覚えてもらえるなみたいなのが、まあ、結構あって、スタイル的には前と変わってないんだけど、その周りからこういう風にこういうのが鳥羽さんって強みだよねって思ってもらえるようになってきたっていうのが、まあ、一個軸として、まあ、それが最終強みというか、まあ一個分かりやすい鳥羽ログ像。いやそうですね、そのキャッチーさというか分かります。なんかそこからこう仕事が依頼されるようになったりとか、一個こう目立てるみたいなところができたのが、まあ、強みかもね。なるほど。いや意外でした。鳥羽さんのその白さは、後天的に獲得したものだったんですね。高校ぐらいから白いものは好きでガジェットとか身の回りのものは白で揃えたいみたいなのあったんだけど、白になったね。でもまあそうですよね。その自分にないものを後からつけると絶対無理が生じるじゃないですか。なのは多分、僕も鳥羽さんも同じな気がしていて、僕もそのなんか多分雑食で動画を出しているんですよ。なんか多分割と何でも、甘酒まだやってないけど、まあ割と何でもやってる中で、何の人って言われると自分でもよくわからないんですよね。そうで、そうするとそのまあだから見てくれてる人とかが、まあなんだろうな、なんかこう専門性って僕その、再現力にも再現性とかにもなんか近いものがあると思っていて、会社員としての仕事の話で言えば、まあなんかこうデザイナーだから、これもデザインできるしあれもデザインできるしそれもデザインできるよねっていうなんとなくのこう説得力みたいなのになると思う、信頼とか、でまあ YouTube で分かりやすく言えば、例えば企業から何か依頼が来た時に、まあ、この人はまあ、例えばガジェットの人だから、まあ、これを相談してもこれを相談しても、まあ、それこうなんか想定する感じのこうアウトプットが出てくるんだろう。でこれは多分なんか今企業の話をしたけど、視聴者さんも同じな気がするんですよ、見てるテンション、この人を登録しておけば、こんな感じのコンテンツが期待できるみたいなけどそう雑食だとまず次何来るか分かんないっていうのが、まあ僕は見てる方としてそういうチャンネルとかの方が普通に視聴者として好きなんですけど、分かりにくくはあるよなと。でなんかそれってアルゴリズムにも影響というか、まあアルゴリズム的なところでも有利不利はあるんだろうなみたいなのを思ったりします。確かにね。まあでもトマログはそれで言うとさ、数値とかその視聴回数っていう意味だと、まあそれは雑食だからこその弱みはもちろんあるとこあって、まあ、ルームツアー見て面白いって登録してくれたけど、MacBook のキーボードを白くするシールは興味ないみたいななんかあるじゃん。もうなんかなんだろうな、普段さロック歌手でロックばっかやってるのにいきなりバラード出したけど伸びてないみたいなのに近い気がしてて、まあ、やってみたいけどその差分はあってみたいな。そうですね。それもまあなんかね、なんかその一時はやっぱ落ち込むというか、落ち込むんだけど、なんか最低限こう薄い層になっていってどんどんこう蓄積されていく気はするかな。なんかその例えば全然再生されてない動画とかでも、なんかチャンネル登録してくれてる人とかこの動画から登録してくれた人とかわかるじゃん、一応登録してくれてる人はいたりして、とかなんかそれで
なんだろうな、あえてでもブラしていかないとさ、アルゴリズムに吸収されてっちゃって、その求められるものを出す人になりますよね。そう、それってやっぱね、ちょっとクリエイター的にはなんか抗いたい気持ちがすごいある。単発的な今この現在このアルゴリズムだとこのやり方が強いけど、はい、10年単位で見ると全然そんなことはないみたいな、結構10年ぐらいやってきて分かるところで、なんだろうな、その数値が落ちたとしてもなんか自分自身が続けていればそんなになんか弱みになることはないのかなみたいな。なるほどな、結局だから続けろっていう。そうだねなんか変化しながら続けるっていうのは結構考えながら続けるっていうのが一番大事かもなみたいなところあるかな。だからトバログをさブログでずっとまだやってたら結構しんどかったかもなとか。そのしんどさっていうのはSEO のアルゴリズム的にバタって倒れたり、今 AI でさ情報として検索されても出てこないとか、なんかその情報みたいな求められてることだけを書いてたら今までは伸びてたけど、実は求められてることって情報というか、ユーザーの満足度だったみたいな。でユーザーの満足度で言うと自分は情報として的確なものを出してたけど、そもそもウェブサイトをクリックすることはめんどくさいから AI が表示してくれる方が満足度高いとかになってくじゃん。動画もなんか指標としては多分 YouTube 自体もさ指標としてはそこだと思うんだけど、なんか小細工とか聞かなくなってくるみたいな、そうなった時に情報として MacBook 新製品とかIKEA おすすめ何十銭とか、そういうのっていうよりはじゃあナンバッチが作ってる動画からちょっと調べてみようかなとか、なんかその人軸、なんか情報軸っていうよりかは、人軸でちゃんとやれてる方が強くなる時代だとは思ってて、長期的にはそんな気はしてるけど、見えにくいじゃないですか、それの、なんかそれが果たしてうまくいってるのか、なんか抗ってる感あるけど大丈夫世の中にみたいな、なんかその自分の好きなこととかを、多分突き詰めるのは、言われなくても勝手に進んでるんですよね、やってるんですよね、だからこそなんかある程度その時代感とか、みんなが関心のあることとか、これ完全に YouTube の話になっちゃってますけど、キャリアっていうよりはでもそうこう求められてることをしなきゃいけないタイミングもあるんじゃないかなっていう。そうだね、そこはすごいバランスがめっちゃ大事な気はしてる、結構なんかそこをちょっとバランス崩した方がうまくいく時は結構あって、意外と考えすぎてる時より、トバログってこうだっていう集中しすぎちゃう時よりもちょっとなんかハウツーでもやっとくかハウツーやったらめちゃくちゃ伸びるみたいな。いやでも分かる、なんか、考えてる時よりも考えてない時の方が結果いいものできてる時が僕あるんですよね。もう感覚だけでなんかもう今日これの動画作ろうって言って今日出した時の方がなんかうまくいってる、なぜかはよくわからない。なんかこう自分の中でやっぱりさっき言った専門性とか再現性みたいなのの価値観だと、なぜこれがうまくいったのかを言語化したがるんですよ。確かにそれを自分で納得してないと、とかなんか自分の力だって言い聞かせたいみたいな、計算して考えて仕込んで出してうまくいったんだって自分で思い込みたいみたいな、そこはかなりなんかねやっぱ若干崩しに行った方が、若干崩しに行くけど視聴者からしたらさナンバッチ要素が入ったナンバッチカラーのなんか、ナンバッチが出してる動画みたいな、その人が作ってるから、あんまりそこの差分みたいなのは自分が思ってるほど多分分かんないんだよね。その自分が見てる自分のやつと人が見てる自分のやつって、
結構違う。結構違うと思う。そう、なんかたまにこうふと認識することがあって、そこは自分もそうだけど多分みんなクリエイターみたいな人はさそうだとは思うんだけど、それストップした瞬間に多分ね崩れる気はする。なんかそこ考えなくなったら、あれみたいな魅力がなくなる気はするよね。やっぱ悩んでないと、ちょっと変化しないと。お袋の味ってなんで飽きないかっていうと、ちょっとずつ味が違うからみたいな。お袋も変わっていってる。お袋も変わっていってる。進化し続けてるから飽きないみたいな、なんかどっかで見たことあって、なんかそれなのかも、ね。納得感ありますね。そう若干今日トランジション違うなとか。なんかそれをだからなんでトランジションを変えたんですを全部言語化できるとかじゃなくて、なんかいい気がしたからでいいんですよね、多分ね。なんかニュージーンズのトランジションいいなと思ってちょっと取り入れてみましたみたいなとか。そうだからそれがさ続けていくと、なんかいろんな人の接触回数が増えるわけじゃん。月間例えば30万人が見に来てくれるチャンネルだとしたら、2年間続けてたらさ、そのもう固定の層とかもいるかもしれないけどさ、ユーザー層がさ500万人ぐらいになってる可能性もあるじゃん。30万かける600万とか違うか、ちょっとやばい。12かける30で360 360怖いですね。怖いですね。その被ってる人とかもいるけど、新たにさ、続けてれば見に来てくれるさ、新しくこのチャンネル見ていいと思ってくれた人とかもいたりするから、なんかその長く続ければ続けるほど、その接点がすごい増えてって、思い出した時に難波さんってこういう感じだよなみたいな想像できるようになったら、それが結構強みというか。トバログから見たらさ、ナンバッチの動画とかはさ、やっぱトランジションとか、その最初のイントロみたいなところとか結構手が込んでておしゃれなんですよ。ありがとうございます。サムネとかもさ、なんかカバンの中身とかのサムネとかも独自の雰囲気ですごいおしゃれだし、いやそれを自分ではあんまよくなんか分かってないですよ、なんか自分に自信はあるんですよ、ただ自分が作ったものに自信があったことは今までほとんどないんですよね。そうなんかね、でもやっぱいろんな人を見るユーザー目線で見ると本当いろんなチャンネルバーって見るんだけど、やっぱ手が込んでるなって一個こう引っかかりポイントとして思うわけじゃん。フックなんかそれでちょっと記憶にとどまると、またなんかおすすめでバーって見てた時にこれいいなと思ってポチってみたら、この人が作ってんのかで、なんかもう一段認知のフェーズが上がってみたいな。チャンネル登録してなかったとしても、それがどんどんさ何回もいろんな人が体験してくれたら、後々例えばだけどなんかウェブの動画とか弊社も作りたいっすねみたいな。うちの次の製品ちょっと20代ぐらいのやっぱそれなりに働いてちょっとディレクターぐらいのになった人とかが見てくれるような動画にしたいっすねってなった時に、そういえばなんか難波さんっていうなんかいいと思う YouTube があってみたいな。で企画会議とかにさ、名前が出てくれるみたいな。でそこってなんか適当に作ってたら出てこない多分。なんかすごい伸びてたとしても。だからそこを目指すとイコール強みになるのではと思う。かな。だからなんかありきたりだけどさ、なんか最後に神は宿るみたいな感じでそこが結構すごい重要なんじゃないかなとは思ってるけどね。トバログもそれで生きてきて、鳥羽さんのサムネはもう何より画力が強いんですよね。もうここにカメラ置いて撮ってるだけだけどいやプレタクツのデスクでいや本当になんか一番僕が登録しててそれこそ最近だとオーディオテクニカのいいよね。このサムネはいやなんか強いなみたいな。これは白がこれいい白なんですよね。こういう感じの。鳥羽さんのそれこそ最近の動画もなんかめっちゃ凝ってるというか、多分その数年前と比べて1本にかける
なんかまあ時間とかもそうなんですけど、どっちかっていうと、なんか頭なんか考えてる量が増えたのかなって僕は勝手に感じてたんですけど、実そんなこともないんですか？そんなことはなくて、多分前よりもすごいなんか手を抜くっていうか、ちょっとリラックスしてるかも。前もっとなんかすごい頑張って、頑張ってたかもしれない。そう頑張ってたっていうのはなんかここからここまで構成、動画の構成作ったから、それを一気に読み上げようみたいな、読み上げなきゃみたいな。こんにちは、トバログです。いや今日はですねみたいな。だから昔の動画見ると早いんだけどあれ1回で読み上げるために何回も撮ってんの。そういうのをなんかなくした。なくして、なんだろう、あと単純にやっぱここにテロップでさ表示される文字はさ、だいたい AI で結構もうできるようになったから、それ以外のところで時間が結構使えるようになったからトランジションとかちょっと、ニュージーンズのさっきも言ったけど、そんなニュージーンズハマってるんですか？いや2年ぐらい前とかから多分ニュージーンズのオフィシャルの動画があるんだけど、あれがちょっと平成レトロっぽくて可愛かったね当時で、この感じガジェットとかと合わせたらいいなとか思って、なんかちょっとそれっぽくアナログっぽい感じに一回トランジションバシャンってなって、また普通の動画に戻るみたいなのを入れたりしてたんだけど、いい動画って結構トランジションとかさ、その本編じゃない動画も面白い。なんかちゃんとしてる。でもそうですね、確かに、僕結構 BGM とか印象に直結するかもしれない。BGM を本当はなんかさ、誰かサウンドを作ってる人にさ依頼して作りたいんだけど、依頼の仕方が分からないかっこよくない？なんかさ、みんなさ、なんか AI で何でも作れるからさ、BGM とかもさ、もう作れますよね、AI で。作れるようになってきて、何でも、多分サムネとかも、あえてプロにお願いするみたいな。かっけーと。いや、なんかわかりますね。それこそ、最近めっちゃ僕インスタとかで出てくるのが、ビハインドザシーンの映像とかでこの CM どう撮りましたとかがめっちゃ流れてくるんですよ。なんならそっちの方が気になっちゃう。いや、わかる。結局そのどういう労力がかかってて、どんな工夫をしているのかって、AI だと見えないわからないっていうのもあるんですけど、なんかそっちの方にどっちかというとなんか惹かれるんですよね。だから見たいというか、ある種こう人間味がある方が僕もこう目が引っかかる感じはありますね。そうだよね。だからそのなんか意図というか、なぜこうなったのかとかがつながらないと、やっぱ見てる時、なくても別にそこ引っかかりポイントじゃないんだけど、あった時の引っかかりがさ、すごいなんか最近だとストレンジャーシングスを今更見てたんだけど、シーズン5、あれもなんかストレンジャーシングスの裏側みたいなの毎回出してんのよ。でセットはもう本当に美術の人が発泡スチロールで3週間かけて作ってみたいなとかさもうほぼ CG 使ってませんみたいな、CG 使ってるけどここは CG じゃないですよみたいなで、できるだけ CG 使わないようにみたいなこだわりとかがさすごいあったりしてさ、でもそれとなんか感覚とか近いのかもなみたいな。いやなんか僕ら結構話すときにサカナクションの例に出すじゃないですか。いやだからやっぱすごいなと思ったのが、今、ちょっと前かもしれないけど、夜の踊り子がバーンって、そうバーンって跳ねた時に、僕サカナクションのファンクラブにも登録してるんで、なんかこう動きが見えるんですけど、そこで夜の踊り子のもう13、14年前ですよ、のミュージックビデオのビハインドザシーンのファンクラブかなんか YouTube かなに流れてきて流してて、いやこれをちゃんと貯めてるのすごいなっていうあの辺とかすごいよね。なんかさ、その夜の踊り子のさ、なんかトラックが100個ぐらい並んでてさこの音はここでみたいなのをさ2時間ちょいぐらいあるやつさずっと聞いてたんだけどさ、解説のやつ、そう、ああいうのとかをちゃんとなんか解説して出せるのってめちゃくちゃいいよね。
そうですよ。だからそれを例えば、AI で BGM 作ってたら、これは AI ですで終わっちゃうところをそうなんだよね。喋りどころが2時間あるだけでなんか引き込まれますよね、見てて。だから AI 時代になっても多分それはそれでさ、プロンプトはこうでとか、インターネットとかパソコンがなかった時代はさ、ここはこう手を動かしてとかあったと思うんだけど、それぞれなんかその裏側が語れるぐらいのなんかロジックを自分の中で組んで、なんか結果的に3分4分ぐらいの曲になってるっていうエモさね。急に今一気に浅くなったまあでもそこのさ、なんかパッと見で見ても別に印象として変わんないと思うんだけど、実際その動画見た後にこっち今ここかみたいな、このギターのここかみたいな、ここでパーカッション入ってんだみたいな、本当に入ってるわとか、確かに、見方に 2,3 度楽しめるみたいな。そうあれのなんか気持ちよさがあるから、トバログもまあなんか やってみたいなと。そんなにあそこまでさ深くはないガジェットレビューレビューはないけど、でもなんかそのぐらい考えて作って、でも別に数字的にはそんな伸びないんだけど、トバログの動画とかも別に、だけどなんか後々見返した時の深さというか、いやわかりますね。すごい。今25、6じゃん、あと10年ぐらいは続けた方がいい理由としては、同世代からちょっと上の人が見てくれるっていう過程をすると、仕事を自分の責任なんていうんだっけ、そういう範囲、自分のなんていうの、会社の中での自分の範囲裁量自分の裁量で進められるようになるまで、多分視聴者の人たちがランバッチにお願いするぞってなって決済が通るまで多分10年ぐらいある30代40代ぐらいになってくると、難波さんっていう人がいて昔から見ててっていう話になって、仕事につながりイコール、それはなぜ難バッチにお願いしたかっていうと強みがあるから。要はその分かりやすいなんかというよりは、なんかこうずっと貯めてきた信頼とか、そうだね、特性強みみたいなところなんでしょうね。そっちの方が長期的に見ると大事なんではないかなとは思ってて、で短期的に見ると数値なのよ、データ数字。いやそうだし、それこそ YouTube とか、あとさっき言ったマーケ的なところもそうですけど、数字がなんか全て感がありますよね。分かりやすいし出てきちゃうし、浅ければ浅いほどやっぱ数値以外での取捨選択というか、なんか説得力が持たせられないから、どうしてもやっぱ数値だけの判断になってしまうっていうのはあって、それが一番強いけど、多分数字が一番バーンって伸びてるっていうのが強いけど、でもなんか難しい、それを数字だけをずっとトップランカーで走り続けるのってめちゃくちゃ多分難しいし、天性の才能というか、ある種こだわりを捨てなければいけないみたいなところがやっぱあって、また別の能力ですよね。別の能力ですね。でナンバッチみたいなタイプはそっちには向かない僕もその王道出世ルートは割と最初の最初で諦めました。俺これもう今上司に立てついてるからもう多分これ無理だなみたいな。圧倒的に向かないからやるならこだわりとか、自分の作りたいものを作りながら、視聴者にもちゃんとなんか向き合うじゃないけど、見てくれてる人が一番やっぱね大事というか、一番は自分が大事なんだけど、一緒にこう成長していくってわけじゃないけど、なんか見てくれるみたいな結論、なんか今後のアルゴリズム的にもやりやすさ的にも性格的にも合うんじゃないかなみたいな、自分は結構そういう感じか。トバログの視聴者これ紹介して意味あるかなとかで結構さ紹介しないとかあるけど、自分がすごい好きっていう熱量があったらいいんだけど、
まあ、中途半端なものは結構紹介しづらいとかはやっぱあるよね、ものとして。そう、それで言うとやっぱすごい大事なのは、なんか何をやるかより何をやらないかの方がやっぱすごい大事な気がしてて、やらないことを選ぶ方が難しいけどなんか重要なんじゃないかなみたいな。鳥羽さんはやらないことって何かあるんですか？決めてるというかこと。なんか直感でみたいなやつ直感でこれはちょっと違うかなみたいな、ガジェットとか。直感が大抵合ってるんですよね、後から論理的になんかすごい頑張って考えても。だからなんか直感で思ったならもう、考える時間はなんかそんなになくていいというか、なくていいですね。とっととなんかやれっていう。そう最近読んだ本、ちょっと前に読んだ本でも、やっぱ人間の言語化できるところって全体の 5% ぐらいしかなくて、残りの 95% はもう言語化できない、なんか直感だけみたいな。だからその判断とか、なんかいいと思うものはやっぱその言語化できるところがさ少ないから、別に無理に言語化する必要もないし、やりたくないが 95% なわけじゃん。なんか微妙だなと思ったらやりたくないのよ 95% 自分の中では本当は、深層心理では。でもまあやるべきなのかとか、まあ収入になるとか、が 5% しかないまあそこがでもやるかみたいなので、自分の中では論理としてはさ、その 5% の判断材料の中からもうそこでやるって決めたんだけど、体の 95% は拒んでるからそう体が拒否してる時ありますよねだから無理にやると多分なんかそういう時に失敗するのってそういうことなのかなと思う。仕事とかも。いやわかりますすごくわかります。会社の仕事も僕本当にそうだったし、まあ自分のなんか発信も2年前とか結構血迷ってたんですよね、多分ね。このスタイルなのかみたいなのも結局多分ずっとやってるスタイルが自然だし、仕事もずっと考えてる価値観が自然だから、体の 95% が拒んでんのにやるとさやっぱさ体調不良起こす。いやそう長く続けるっていう意味ではそれは避けたいところだから、フリーランスで言うと、割と結構ね拒んじゃうかもね。仕事とかもそうだし、なんかやりたくないけどやんなきゃなみたいなやつは極力やらないようにして、割と自分も感覚近い分それでこう8年生きてる先輩がいるのはありがたいかもしれない。なんかでもね、まあそう拒み続けたり、こういうのじゃちょっと難しいみたいにやっていくと、まあそれ自体がちょっと強みに尖っていく、まあ生存バイアスがかかっています。これはまあそれで死ぬ可能性もあります普通に死ぬ可能性はあるけど、まあ現状自分の中ではこういうのは鳥羽さんっぽいな、鳥羽ログっぽいなとか思ってもらえたら、まあ、ピンポイントで、まあ、仕事がもらえるとか、まあ、なんか見に来てくれるみたいな、これは絶対やると思ったみたいな、この動画は絶対やると思ったみたいなあるある結構そういう感じになっていく気はする。だから何にもそんなに苦労せずに、まあでも自分の気持ちとか夢中になれるものにちゃんとこう従っていたら、それにだんだんこう形も整っていくよというか、ついてくるよみたいな、生存バイアス的にはね生存バイアスはかかってるけどまあそこはそのバランスはやっぱさ、過去の知見となんかセンスって言ったらあれだけど、その第六感みたいなところでこうどんどん転ばない程度に、生存者バイアスと言いつつ、なんかそういう経験をちっちゃくても1個してると踏み出せるものがあるというか、もっと言うとその人生幸せに生きやすいですよっていうところはなんか僕はある気がしているんで、なんかこう単にいやそれはお前の話だけやろっていうふうに片付けるのはちょっとなんかもったいない気がするからこそ、今の話はなんかこう励みにはなりますね。僕もそうだし、なんかこう聞いてくれてる人もそんな感じはあると思います。特にクリエイター的にはやっぱ資本主義から
あがなう必要もあるからさそうねこのバランスがめちゃくちゃ難しい、受託制作ともちょっと違う、アウトプット先に視聴者とかユーザーもいるしでもクライアントもいるしのここのなんか橋渡しとかが結構あったりするから、仕事で言うと、こっちから仕事が来てもこれはトマログ視聴者じゃないっすねみたいな感じで返せるようになると強いかもねみたいな。資本主義に起こることは自由なんだけど、でもお金がないと生きられないっていう。そうだねそこはもう悩みですね。そうですね。多分これはずっと多分死ぬまで付き合っていくし、むしろもう最近はそれが楽しいと思ってる節すらあるので、まあまあ10億円ぐらいね、いつの間にか入ってきてポンみたいな、あとりあえず1億円で家買ったのかみたいなとかができんだけどね。まあでもなんだかんだ10億円ない方が幸せですよね。まあね、多分なんかあのレンズ売ったらこのレンズの足しにはなるかみたいなとかそこにこう深みというかそこで考えれば考えるほど楽しいし話せますよね。そうわかるわかる79,800円みたいな微妙な。わかる。お小遣い1000円の時に1500円のものをどうしようって考えてる時と多分そう10億あった時の15億の感覚って変わんないんですよね。変わんない。そうだから結局なんかそこでも葛藤できてる時点で楽しい幸せな時間な気がしますよ。10億円あってさ79,800円のいいじゃん買っちゃいなよみたいな感じになってホイホイ買ってたら、でもなんかさあんまなんか買いましたみたいな。いやそう話せなくなりますよね。そこはねちょっとブレずにやっていきたいけど、まああったらあったで嬉しいけどねまあ確かに10億円ぐらいあったら生活の悩みはさ大抵解決。そうですね、家とかさ、課題がなくなりますよね。クモンと水泳子供のパパだクモンと水泳練習してもガジェット買えるみたいなクモンはいいですよ。僕はクモン出身者なので。みんなそう言うんだよね絶対さ合わないと思うんだよまあそうですね。僕も多分後半は夏休みの宿題を貯めてたタイプなので、多分だんだん体に合わなくなってきたみんな言うんだよな、クモンはいいって。クモンのおかげで多分小中ぐらいまでなんか乗り切れた感がありますね。でもさ全員クモンやってたらさ、もうそこのベースライン上がるからさやってない人だけめっちゃ落ちぶれるみたいなどうなんだろう感じになるのかなまあこのくらいでもいいかなそうだねはい、まあこんな感じです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 YouTube の話になったら結局ねまあ何かしらの示唆があればそうだねいいんじゃないかなまあありがとうございます。はい。